空が青いなあ。はい、おはようございます。今日は何日？3月14日土曜日でございます。はい、おはようございます。今日は少しね暖かくなってまいりましたけど、風は強いですね、相変わらずね。はい、ということでね、奇跡が起きましてですね、こんなでかい壺がですね、メルカリで売れましてですね、はい、これから発送しなきゃいけないんですけども、はい、どうやって発送しようと今考えておりますけどね、はい、やはり地元ではですね壺とか亀とかね、結構どこのご家庭にも庭にあるみたいなね感じなんですけど、都会の人はね、そんなのないでしょうからね、ここでお店で売っててもねなかなか売れませんけど、ちょっと市場を変えるとですね、売れるということが実証できたかなと。ですから常識にねとらわれちゃうと絶対売れないだろうと思っておってもですね、意外と、市場が変わると、場所が変わったり、あと時代が変わったりするとね、売れるものもございますんでね。はい、ということで、実験成功ということでね、うちはガラクタみたいなもんばっかなんですけども、はい、人にとってはですね、価値があるものということですので、お金を稼ぐということは価値と価値の交換でございますんでね、価値のないものを売ってもですねやはり売れないと、価値のあるものが売れると、お金に変わるということなんですが、その価値がですね、もう時代とともに変化していったり、なんていうんですかね、場所によって変化したり、しますんでね。例えば普通に売ってる水でもですね、砂漠に行けば、数千円数万円で売れるし、水が潤沢なね日本では、ほとんどタダみたいなもんですが絶対売れないと思いますが、場所が変わったり時代が変わったりすると、売れるということですので、皆さんね、長年ずっと同じ商売されている方とかね、ちょっと、思考を変えるとですね、いわゆる視点、チェンジ・ザ・シフト、はい、見方を変えるとですね、また違う価値に生まれ変わってくるんではないかなという実験結果でございました。はい、ということで本日もよろしくお願いします。月。はい、それでは毎朝のモーニングルーティーンでございます。寝癖写真撮っていきたいと思います。こちら焼き芋の歌、写真撮っていきたいと思います。はい、こちらがね、今回売れた壺でございます。はい、ちょっと映像では分かんないと思いますが結構でかいんですよね。はい、ですのでねこれを発送していきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございましたということでね、風が強いんですよ。はい、風強いんですが、この後ねなんかまた暖かくなりそうな感じでございます。はい、ということで、今日はまたねこの後、フッツラボハウスセカンド行って、今日はね、サッシ取りましたんでね、一段下げたところに、木の下地を作って、はい、そしてサッシ戻せたらいいなと思っております。はい、ということで、本日はご視聴ありがとうございました。それでね、以前ね数の論理っていう話をしたと思うんですけども、
とにかくね、人間はね、数こなしていくとですね、どんどん、無意識でできるようになっていきます。はい。で、無意識でできるようになってくるとですね、今まで丸1日かけてね、やらなきゃいけなかったものがですね、下手したら1時間ぐらいでできるようになったり、30分でできるようになったりいたします。はい。ということで、例えば読書なんかもそうなんですけど、そうですね、本1日ね、1ページも読めなかった人がですね、私なんかそうなんですけども、もうしばらくするとですね、1時間ぐらいで1冊読めちゃうような感じになりますんでね、毎日ね、1ページでも、いいですから、増やしていくと。で、ちょこちょこ増やしていくとですね、それが習慣になりますんで、そうするとね、あっという間に、できるようになりますんで、そういうように、自分のね、限界をね、どんどんチャレンジして、打開していくと。そうするとね、今まで時間がなくてね、できなかったものが、ほんの一瞬でできるようになりますんで、それがね、その数をどんどん増やしていくとですね、かなりの、知識量にもなりますし、経験量にもなりますんでね、皆さんね、何か新しいことにチャレンジして、少しずつでもいいので、続けていくとですね、どんどん自分のスキルがどんどん上がってきますんでね、常に限界突破、自分の限界を超えていくと、そういうことを、日々やっていくとですね、1年後にはですね、とんでもないことになっております。とんでもないことになります。はい。ですのでね、皆さんね、自分の限界を、常にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということで、ドローンさせていただきます。ドローン。はい、ということでね、午後からフットラブハウスセカンドやってまいりました。はい。風がね、強いんですよね。はい。ということで、今日はね、またこちら、アルミサッシね、前回撮りましたんで、そちらをね、また、今日はね、コンクリートカッター持ってきましたんでね、ブロック切って、それで下に木を植えて、そしてその分ね、サッシが下がりますんでね、上は木を補強してやっていきたいと思います。ということで、よろしくお願いします。人月ということでね、雨降らなくてよかったですよ。本当雨降っちゃうとね、全部ここから入ってきちゃいますんでねビニールシートでね養生しましたけど、どうやら雨降らなかったので、今日はね、ここブロックをね、コンクリートカッターで切って、それで外って、ここフラットにして、そして、サッシをね、少し下げて、取り付けていきたいと思います。はい、じゃあね、サンダーのね、刃を変えていきますよ。こちらで変えて、よいしょよいしょ。こちらコンクリートカッター、こちらがね、削る研磨機。はい、じゃあここね、出っ張ってるところを切りたいと思います。ということでね、今日も、フットラブハウスセカンド、やっていきます。はい。まあね、フットラボを見ていただいている視聴者様、はい、いつもねご視聴ありがとうございます。多分ね、こう思ってるんだろうなと思うことがございましてですね、その疑問にねちょっと答えていこうかなと思うんですが、多分見ている方がね、そもそもの疑問としてね、多分なんでお前そんなに
一生懸命頑張ってんだとまあそういうそもそものね疑問が多分あると思う。おっと、また鹿の子さん現れましたね。はい、また顔出してくれました。いや、こうやってね、近所の人顔出してくれるとね、まあやりがいにもなりますし、なんかね一人じゃないんだなっていう感じがしてですね、非常に勇気づけられます。はい、ということで、ブロックね外しております。そもそもね、なんでお前そんな頑張ってんだと、はい、そういうね疑問が多分あるでしょう。はい、それはね、まあ正直ね自分でも分かんないんですよ。はい、ただ、やりたいことが、ありまして、まあこれはね、やりたいことは何かっていうのは、散々今までの動画でね言ってるんで、今まで見てくれた視聴者なんだったらわかると思いますけれども、こちらね、一番下サッシ枠を取り付けるための木をですね、コンクリートドリルというね、コンクリートビスというもので、木をね、コンクリに固定していっております。やることがね、もうとにかく第一産業を、復活させたいと、そういう、思いでございまして、それにはですね、いろいろ今後お金もかかるわけでございます。はい、でその規模がね、数千万単位の規模ではなく、ざっくり私が、計算しているのでは数十億規模のお金が必要ということでございますので、必死ぶっこいて稼いでるというのが一つと、それとですね、やりたいことがあるんで、必死ぶっこいてると、そういうことでございますね。で、ほとんどの人はね、多分やりたいことが見つからない人も結構多いと思うんですよ。でもですね、必ず全ての人間は、得意なこと、持って生まれた才能みたいなねものを持っております。ですので、それに気づいていないのか、気づいていても日々の生活が忙しいので、目を背けてるかどちらかだと思います。ということで、キーバッグねつきましたんで、一回サッシを当てて、上輪のね下地を作るために、じゃあね、この真柱をね、この位置がね、前はこの位置だったんだけど、ここまでね下がりますんで、ここに真柱をね1本追加したいと思いますんで、寸法を測ります。まず寸法を測ります。はい、171だね。寸法をね出しまして、そして真柱を切っていきます。はい、でね、切って上輪を当てていくという形でやっていっております。はい、ということでね、多分誰しもですね、いわゆる得意なこと、好きなこと、もっと言うとですね、使命天命、やらなきゃいけないことがあるんだと思います。はい、ただそれがみんなね忙しくてやっていないと。ということで、あるんだけども、目を背けてると、そういうことだと思うんですよね。はい、ですので、私はですね、やりたいことがあるし、やらなきゃいけないと思っておりまして、そのためには、お金が必要と、そして、経験と知識が必要と、そういう思っておるわけでございますので、いわゆるね、一次産業に、これから投資していく上では、何でもかんでもね、お金がかかりますので、まずは自分でできる技能とスキルと、そして、お金を集めなきゃいけないと、そういう感じでございます。はい、ということでね、こちらサッシね、このままね下げました。
今までね、ここ結構このぐらいの段差で上がんなきゃいけなかったんで、一応下がりました。でもうちょっとね、本当は下げたいところなんですが、今度ね、辛い位置にするとこの雨がね入り込んできちゃうんですよね。ですから、ちょっとねスロープ、モルタルでスロープ作って、それで入れるようにしたいと思います。ということで、はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、住宅地なもんですから静かにね。はい、ということで、今日やっとねサッシーが、下げて、取り付け終わりましたんで、とりあえず鍵が閉められると、ブルーシートから開放ということでございますんで、上空いてますしね、まだぐるりと空いてますし、あとちょっと下もねちょっとスロープ作んないと、このままじゃちょっと、幸運期ね入らないだろうと思いますんで、その辺をねやっていきたいと思います。ということで、本日はご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。ニンゲッツ。